こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日はアフリカ大陸のあの国に注目するのだ。そう、スーダンなのだ。みんな、実はね、スーダンって国、すごい秘密を隠してるのだ。何かって？実はね、ピラミッドの数が世界で一番多いのはエジプトじゃなくて、スーダンなのだ。その数、なんとエジプトの倍近くもあるらしいのだ。みんな聞いて驚くのだ。びっくりなのだ。今日はそんなスーダンからとっておきのニュースを3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。事実調査団あるファーシル陥落後の恐れるべき蛮行責任追及を求める声というとっても深刻な記事なのだ。スーダンで今何が起きているのかみんなに知ってほしい大切なニュースなのだ。この動画が少しでも気になったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。それじゃあ今日も一緒にスーダンの今を見ていくのだ。アフリカ大陸の北東部紅海に面した大きな国スーダンを紹介するのだ。悠久のナイル川が流れ首都ハルツームはその合流点に位置するのだ。およそ4900万人が暮らしイスラム文化を中心に多様な民族が共存しているのだよ。古くはクシュ王国のような文明が栄え、1956年に独立を果たした歴史を持つなのだ。近年は民主化への動きもあったけれど、軍事政権が続き、2023年4月からは国軍と準軍事組織による激しい衝突が起こり、深刻な人道危機に直面しているのだ。主要産業は農業で、綿花やゴマ、そして世界のアラビアガムの多くを生産しているのだ。広大な大地に豊かな文化を持つこの国が、一日も早く平和を取り戻せるよう、世界の注目が集まっているのだよ。一つ目のニュースなのだ。ファシールで RSF が制圧後、ジャーナリスト11人行方不明という記事なのだ。スーダンのファシール市で、迅速支援部隊が支配した後に11人のジャーナリストが行方不明になっているのだ。ジャーナリスト保護委員会 CPJ はとても心配しているのだ。3人は何とか避難できたけど、残りの人たちとは連絡が取れないままなのだ。迅速支援部隊は、ファシールやスーダン中で殺害や逮捕、性的暴行といったひどいことをしているのだ。ジャーナリストを誘拐したり民間人を殺したりするのは、報道の自由と人権への許せない攻撃なのだ。CPJ は、迅速支援部隊がテロリストを標的にしているというのは、真実を隠すためのいつもの言い訳だと批判しているのだ。ヒタダルフールでは通信が全部遮断されていて、情報も届かず、みんな孤立しているのだ。CPJ は国際社会に、誘拐されたジャーナリストをすぐに解放すること、報道への攻撃をやめること、人道支援を届けること、そして通信を元に戻すことを強く求めているのだ。さらに、迅速支援部隊の指導者たちには制裁を科して、戦争犯罪の責任をちゃんと追及すべきだと訴えているのだ。2023年4月の戦争が始まってから、迅速支援部隊は少なくとも14人のジャーナリストを殺して、たくさんの人を逮捕したり、性的暴行をしたり、無理やり行方不明にしたりしているのだ。2つ目のニュースなのだ。カインアルファシル情勢めぐり激論という記事なのだ。イギリス下院でスーダンのファシール情勢が熱く議論されたのだ。急速支援部隊による民間人への残虐行為や強制移住はひどく、外務大臣も大変心配しているのだ。議員たちは、ファシールで女性や子供への攻撃、民族浄化、集団殺害、性暴力が横行し、350万人以上の子供が栄養失調、何百万もの避難民が出ている状況に心を痛めているのだ。これはまさに人道的な大惨事なのだよ。議員たちはすぐに暴力を止め、国際法を遵守し、戦争犯罪の責任者を追及するよう強く求めたのだ。人道支援のアクセス確保と国際社会のより大きな関心も訴えているのだ。英国政府はこれらの行為を非難し、
国連安保理に暴力停止を求めること、国際刑事裁判所での責任追及を支持すると約束したのだ。イギリスはスーダンに1億3000万ポンドの人道支援をしているのだよ。しかし、イギリス製の武器がアラブ首長国連邦経由で急速支援部隊に渡っている可能性について、一部議員から懸念が出たのだ。政府は UAE に働きかけ、軍事支援停止を求めるよう要求されているのだ。議員たちは、将来の正義のために証拠収集が重要だと強調し、スーダンの状況は危険なレベルで、イギリスにはこの悲劇を終わらせる国際的リーダーシップがあるべきだと訴えたのだ。女性や女の子の保護、ジェノサイドの可能性評価も要求されたのだ。3つ目のニュースなのだ。事実調査団。ある。ファーシル陥落後の恐れるべき蛮行、責任追及を求める声、という記事なのだ。スーダンで恐ろしい事態が起きているのだ。国連の独立事実調査団が、アルファシール氏が迅速支援部隊、RSF に陥落した後、ひどい残虐行為が広がっていると深い懸念を表明したのだ。報告によると、RSF は民族を狙った攻撃や処刑、性的暴行、略奪、そしてインフラ破壊を繰り返し、多くの人々が強制的に避難させられたのだ。アルファシール氏は1年半も包囲され敵だと爆撃に苦しみ、ついに RSF の手に落ちたのだ。これらの暴力は戦争犯罪や人道に対する罪に当たるとされていて、RSF だけでなく、スーダン軍、SAF も国際法を破っているのだ。調査団は、国際刑事裁判所と協力する独立した司法機関を立ち上げて、責任者をきちんと裁くべきだと強く求めているのだ。RSF が民族浄化や飢餓を戦争の道具にしていることは、人道に対する罪やジェノサイドに相当するかもしれないのだ。スーダンの人々は、ただ同情を求めるのではなく、本当の正義と国際社会の協力が必要だと訴えているのだ。国際社会は行動する時なのだ。スーダンではジャーナリスト行方不明や民間人への残虐行為、民族浄化や性暴力が深刻なのだ。ファシールでの悲劇は許されないのだ。多くの人々が苦しみ、人道危機が拡大しているのだ。一日も早く暴力を止め、責任を追及し、人道支援を届ける必要があるのだ。国際社会は傍観せず、行動を起こす時なのだ。平和と正義のために、みんなで声を上げるのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。